大須正です。本日はですね、最近話題になっている図解説明系のスキル、ELI5 であったりだとか、Show-me であったりだとか、ダイアグラムデザイン、こういったものがね、登場していますんで、これについてお話していきたいと思います。最近やったらね、もう、どれだけ効率よく、より品質高くですね、図解とかを作成できるのかみたいなのが、注目されているテーマの一つかなというふうには思うんですけども、今回ね、実際僕も作ってきた部分を含めて、これが今いいんじゃないかな。ELI5 めっちゃバズってるけど、実際どうなんだとかっていうところを、解説できたらなというふうに思っております。僕はね、これをなんか踏まえた上で、ちょっと自作スキルみたいな形でね、作っていこうかなということは思っているんですけど、あとそもそもね、モデルのベースの性能もね、かなり良くなっているんで、それも含めてお話できたらと思います。というところで私のチャンネルでは AI に関する最新情報や本質情報をできる限り早く、より深く、ほぼ毎日動画投稿します。よかったらチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。今日も動画やっていこうかなと思うんですけどね。はい。で、まずね、今回紹介するのが、このクロードのプラグインのコミュニティ、最近ちょっとね、クロード内部とかで、使われているみたいなところで話題になっている、この ELI5 っていう、スキルであったりだとか、あとね、ちょっと前に、バズってたダイアグラムデザインというのがね、こういう、図解を作ってくれるスキルなんですけど、中の仕組みとかもね、それぞれ違うかったりするんです。これめっちゃシンプルとかね。はい。で、Show-me っていう、ヒューマンレイヤーというね、クロード MD の書き方みたいな感じで、去年のね、冬とかに、バズってた、結構その AI エージェントとかに、向き合ってる会社があるんですけど、そこが出している、スキルとして、これもね、めっちゃスマートで面白いスキルやったりするんで、こういうのをね、通してどういうものが出てくるのかっていうことを、今回の動画のテーマにできたらと思います。これらはね、一応概要欄のリンクの方に貼っておきますし、AI エージェントにもこれ入れて、ちょっと僕の環境でも試してみてくださいみたいな形で言うと、多分使い始められると思うんでね。はい。っていう感じになってます。一番おすすめなのはね、この中やったらShow-meかなっていうところで。で、ELI5 っていうのは、ちょっと、簡単にしすぎるから、人に寄りそう。で、結構狭いんじゃないかなと思っている。で、ダイアグラムデザインに関しては、そういう設計パターンというか、スキルの作り方があるんだなっていうところの、アイデアとしては一つあるし、視覚的にね、刺さるんだったら使ってもいいと思うけれども、僕はこのままではちょっと使いたくないなっていうところで、自作の方をね、ここら辺のいいとこ取りをしてやっていけたらなっていうことは思っていたりします。はい。で、まずですね、これらの、3つの比較みたいなところでいくと、1つの依頼文に対してどういう仕組みでやっているのかっていうと、Show-me は7つ見せ方があって、それの最小の1つを選ぶっていうね、やり方になってます。その最小の1つっていうのが1枚の HTML だったり、その、マーメイドの図であったりだとか、する感じです。で、ELI5 に関しては、読者と形の2点だけ固定して、絵が主で文字もね、もう本当に最小限とかの1枚の HTML が仕上がってくる。で、読者っていうのは常に何も知らない人だっていうことを前提として作られます。はい。なんでね、ELI5 はめっちゃなんかそのシンプルなんだけども、その分ね、欲しい情報とかが入ってるかみたいなところはあるかなと個人的に思いました。で、ダイアグラムデザインっていうのは39種類の、型を、その中からね、選んで1枚の図にしていくっていうところで、はい。HTML1 枚みたいな形で共有してくれています。こっから先の部分はね、どうなのかっていうのは自分でオリジナルスキルみたいな感じでしていけば、解決できる課題だし、いうのはね、あったりしますけど。はい。で、コストとしてはね、Show-me がね、一番スマートだった、っていうのが、このね、僕の、実際触っている感じだったら、そういう風に思いましたね。はい。で、秒数とかも結構短くて。で、ELI5 に関しては、本当に何も知らない人のための、絵と文字、シンプルに、みたいな感じなんですね。はい。で、ダイアグラムデザインは逆にその参照資料とか呼び込んで、描画をね、検証してから一枚図を作成するっていうところで、時間とコストがかかっちゃったっていうのが、この、僕がね、回している中での、結果だったという感じです。それぞれを見ていくとですね、まず、Show-me に関しては、その最小の、見せ方を選ぶ。例えば、疑似コードであったり、ファイルの木であったりとかね、マーメイドとか diff とか、一枚 HTML とかいろいろあるんだけれども、それを選
選択して、まあ一つ、まあ、選んでね、チャットの中に、埋め込んでいく。で、まあ HTML とかやったら、まあオープンで開いていくみたいな感じにはなってるんですけれど、まあ、実際の例を見ていくとね、こんな感じで、まあ普通にマーメイドを使ってくるっていうものもあるし、まあこう、同じ返答の中にね、コールツリー、行番号付きのコールツリーも並ぶ。まあこれ結構スマートでね、いいなと思います。コードの説明時には。コードを読むのもね、減っているような気もしていますけれども、まあただ実際コードをね、読んだ方が解像度をね、人間の部分で、高まったりするっていうところもありますんで、まあこういう形でね、読みやすい、トレースしやすいようにしてくれるっていうのはすごくありがたい部分でありますね。IT に詳しくない経営者に説明してくださいみたいな形に、依頼をすると、まあ、こんな感じで HTML でですね、説明してくれます。これも結構なんかスマートでいいですね。はい。っていう感じで、なります。はい。まあ、これもね、コストもよくできていて、で、もう一個ね、まあ、ブログ用の OAuth 認証コードフローの図みたいなのを作らせたときに、まあ、シンプルにね、作ってくれているんですけれども、まあ、SVG とかね、ピングにはしてくれなかったっていう、まあ、部分があったという感じですね。はい。まあ、ここは別にね、その後、してくださいって言うのでもいいし、まあ、そもそもちょっと改良して、まあ、こういう時、ブログ用みたいな時には、画像にするようにしてくださいっていうね。まあ、スキルをラップしていくとか、まあ、アップデートしていくっていうのでも、まあ、いいと思うんですけど。っていう意味では、まあ、その図解の、まあ、見え方というか、まあ、説明の仕方みたいなところはすごくシンプルで、まあ、賞味がね、個人的にはいいなとは思いましたね、ここを見てたら。はい。っていうところで、まあ、強みは、早くて安くて、まあ、その流れを止めないっていうところで、まあ、最初っていう、そのスマートさをね、まあ、感じます。まあね。で、次、ELI5 に関しては、読者が何も知らない状態で、まあ、絵描きを絵でね、伝えてくるみたいな感じにはなってるんですけれども、まあ、これは、まあ、読者、この話題を何も知らない人が、まあ、大きい絵と文字の1枚の HTML みたいな形で、まあ、指示をしていて、例えば構図、例え、長さ、図の作り方、語彙とか、まあ、描画の検証みたいなところは、まあ、指示がないというところで、まあ、モデルの自力に結構依存する部分であったりするかなと思います。でも、ここのモデルの自力がじゃあ、依存するの悪いのかっていうと、まだね、ちょっと昔のモデルであったりだとか、まあ、昔の性能のようなモデルだったらね、このあたりも強制した方がうまくいくんじゃないかと、個人的には思うんですけれども、まあ、クロノソネット5とかね、オープス5とかも結構強力ですから、それを思うと、まあ、成り立つというかね、いうのはちょっと思います。はい。まあ、例えばどういうものが返ってくるのかっていうと、データベースでインデックスがなくて IT に詳しくない経営者に説明してみたいな形で、賞味と同じね、お題をやると、こんな形でね、図を中心に作ってくれています。はい。こんな感じでね。はい。なので、まあ、冗長な表現が、まあ、めっちゃシンプルでね、まあ、これだけ見たら、まあ、僕はちょっとね、なんか、あんま好きじゃないんですけれども、はい。まあ、好きな人は好きなのかなと思ったりします。で、コードの説明とかね。はい。っていう部分では、まあ、本当にめっちゃシンプルでね、まあ、なんかその、ノイズが少ないなとは思うんですけれども、うん。なんかもうちょっと情報量あってもいいなって個人的には思ったりも、しなくもないっていう感じですかね。はい。コードフローみたいなところ。まあ、これもね、もう、簡単にしてくれているんで、まあ、本当に誰にでもとっても分かりやすいっていうのはそうかなと思うんですけれども、もうちょっと情報量があった方が、なんかね、認識のズレを起こしにくい、その簡単にはなっていて、重要なところはまあ伝わるのかなと思うんですけれどもね。はい。っていうのはちょっと思いましたね。まあ、こっちの方が好きっていう人もいるかもしれないですね。うん。で、まあ、いいところはやっぱりね、ゼロから絵で分からせるっていうところはいいと思いますし、うん。なんですけど、一方で、まあ、読者とね、流度っていうのをちょっと選べないというところで、まあ、そこがね、課題にもなり得るというところで、まあ、ここはなんかその、状況によりけり、めっちゃなんかその、簡単に伝えないといけない人に対しては、まあ、結構聞く、スキルなんじゃないかなと思います。はい。で、ダイアグラムデザインに関しては、まあ、結構ね、プロセスが詳細なんですよ。はい。まあ、型を選んで、まあ、参照を読んで、書いて描画を検証して自己検査するみたいなところまであるんで、しっかり作ってくるんですね。まあ、その割にはっていうのは正直ちょっと思っていて、まあ、はい。まあでもめっちゃバズってるし、世界的にもまあいいなとされているんですけれども、僕には刺さらないって感じですかね。はい。で、まあ、コードフローみたいな形で、まあいろいろと説明をしてくれる。なんかね、この小切れにしている感じが逆にどうなんだろうっていう、はい、部分が僕は思ってしまったりしますかね。はい。で、なぜ遅いのか、みたいな説明のところ、まあさっきの部分、まあでも整理はされているので、
まあいいところをね、それぞれつまみ食いしたりすると、いいスキルが作れるんじゃないかな、なんてことはね、個人的に思いますけど。はい、まあここの説明とかね、結構いいですよね。うん。っていう意味では、まあ、どれも、それぞれいいけれども、まあ、ただこれに関してはね、ちょっとやっぱ重さがある。まあ、その分しっかりしているっていうところはあるんですけれども、まあ、その人間がね、エージェントと向き合って使っていく上では、まあ、課題にもなる。まあ、コストもあるんでね。まあ、人によっては、クロード1赤の中でどうにかしないといけないとか、まあ、100ドルの中でどうにかしないといけないっていうのもあると思うんで、まあ、そうなってくるとね、まあ、ここまでじゃあ投資してもいいのかっていうのは、発生してくると思うんで、まあ、それも選択だと思いますね。はい。皆さんの環境によって。っていうところで、まあ、スキルなしとかでもね、実は結構いいものが作れていたんですよっていう部分もあったりだとか、はい。で、1本あたりのですね、まあその制作コストみたいなところでいくと、やっぱELI5 は結構幅があるんですけれども、ダイアグラムデザインはもう安定して高い。で、賞味はもうほんとスマート。で、スキルなしとかも、まあスマート気味かなとか、はい。まあで、秒数、かかる、まあ秒数とかも、ちょっと比較していってたんですけれども、まあ ELI5 だと、まあ結構かかる時もある。まあダイアグラムデザインぐらいね。はい。なんですけどめっちゃ短い時は短いというところで、はい。幅がありますね。まあ、賞味は本当に、スマートなんで、まあ、スピード感をね、出したかったら、まあ、賞味が良さそうだと。まあ、ループの中でね、放置してトークもかけれるんやったら、ダイアグラムデザインとかで図解させるのもいいよね、みたいな、ところかなと思います。はい。まあ、自力でもね、これぐらいの図解を作ってくるんですよね。はい。っていうのを考えると、まあ、自力もね、これぐらいの図解は作ってくるんで、まあ、それを思うとね、ダイアグラムデザインほど固めすぎなくてもいいけれども、ちょっと参考にできる部分はあるし、まあ、この ELI5 はね、僕はちょっと、まあ、使わないかなっていう感じですけれども、まあ、好きな人はちょっと参考にしてもらう。で、賞味はね、やっぱ思考を構造化するじゃないですけれども、まあ、そこにね、結構価値があったというか、はい、スキルの価値自体が品質の底上げというよりは、まあ、出力の型と規律を固定するところにありますよと。まあ、これも120点みたいなことをね、フェイブル君が言ってくれていますけど、まあ、形が課題に合わなかったら、まあ、点数が下がっちゃうし、上がれば点数はね、上がるということで、はい。まあ、そこにね、まあ、いつも使っているその図解が何のために、やりたい図解なのかっていうところもセットでやった方が、まあ、よりですね、いいと。まあ、当たり前のような話なんですけれども、まあ、意識しておくといいかなと思います。まあ、なくてもね、最悪これぐらいのものを出してくるぐらい、自力良くなってるんでね、まあ、あんまり考えすぎなくてもいいとは僕はね、思ってたりもするんですけれども、はい。まあ、賞味だけね、ちょっと入れてみるっていうのも、まあ、ちょっと皆さんの方でもね、入れてみて感想良かったコメント欄の方で教えていただければと思います。というところで、この動画が面白いなと思った方は、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私ノートの方でね、メンバーシップやってて、こちらでは月に数回の勉強会であったりだとか、ノートの共有やってます。勉強会に関しては入門者向けからハーネスエンジニアリングまで幅広くやらせていただいておりますけども、最近はね、ちょっと違う角度の勉強会みたいな形で、まあ、汎用エージェントの記憶と、まあ、その、ハーネスの作り方みたいなところで僕がね、現状リアルタイムで考えてる部分を、もうフルでね、皆さんに共有していくみたいな部分を勉強会やりました。まあこれね、非常に深すぎるんで、まあいろいろの僕が共有しているコンテンツ、まあメンバーシップで共有しているコンテンツをインプットした上で見ていただくのがね、一番いいかなと思うんですけど、もちろんね、参加していただいたら他のコンテンツも見放題で、例えばもう本質論であったりだとか、まあハーネスのね、まあその概念をどう切るかとか、まあそういうのもいろいろとやらせてもらってます。実装レベルとかでね、共有していますし、まあ、その、いろんなね、まあ、解説をやっているんですけれども、非常にですね、面白い勉強会になってるかなと思いますが、動画アーカイブをね、残してるんで、参加していただいたらもう見ていただけるというような形になってます。まあ、もちろんですね、スキルをね、どんどん作ってたりだとか、まあ、ハーネス自体もね、いろいろと共有させてもらっていて、まあ、このハーネスをどう接合するのかとかね、まあ、これがどういうところで、まあ、効いてくるのかとかね、まあ、そういうのも、どんどんもう全力でね、僕やらせていただいてるんで、もう正直ね、めちゃくちゃ自信を持って、案内させていただいているコミュニティですんで、興味のある方ぜひ概要欄のリンクの方からご参加いただければと思います。まあ、ループとかもね、もう本当にこれもう僕はこのスキルがなかったらどうしようみたいな形のね、ものを共有させてもらってたりもするんで、まあ、それもね、参加していただいたらアクセスできるようになってますんで、興味のある方はぜひ概要欄のリンクの方からご参加いただければと思います。というところで、以上、マサオでした。